今日はここからドライブスタート。江田島は広島市民や呉市民からドライブやサイクリングコースとして人気だけど、県外からの誘客がまだまだ弱い。今回は江田島の紹介をしていく動画なのだ。車やバイクで旅が好きな人は最後まで見ていってね。今回の動画では左に海が見えるので、それもお見逃しなく。江田島は広島からフェリーで30分の距離、陸路で行く場合は2時間ぐらい、バイクなら 125cc 以上でも1人運賃プラス640円、自転車ならプラス220円、自動車だと片道2000円以上なので、バイク、自転車が特におすすめ。自動車なら行きはフェリー、帰りは陸路というのもあり、ご覧のように狭い道も多いので運転には気をつけてね。ここから峠に入っていく。江田島には江田島六峰と呼ばれる山があり、初心者から本格的なトレッキングを楽しみたい人まで幅広く人気があるのだ。江田島には幹部候補生学校、呉市には海上保安大学校があるので、休みの日に山の中を駆け上がっていく人を見たら大体自衛官か保安官なのだ。狭いけど道路はあるので車で行くのも可能。道中はイノシシや鹿、猿には気をつけてね。峠の道が好きなら江田島を走るのもあり。左に右にコーナリングが続く道も多く、ドライブを楽しくさせてくれるのだ。左に見えているのは呉市。さてこのチャンネルは基本的に幹線道路より裏道をよく通るチャンネルなので、ここから裏道を走っていこう。ここを左、次を右、山を登る。この先が桜と呉市と護衛艦を同時に楽しめる場所、しびれ峠なのだ。基本的に道が狭いので人も少なくてよき。2車線道路が1車線道路になるので難しい場所なんだけどね。そして抜けると広がる住宅街。ここは秋月と呼ばれる地域で、9階分の火薬庫があった場所。山の中腹まで住宅が並ぶのはその名残。戦後も弾薬庫として機能していて、現在は在日米軍の弾薬庫となっているのだ。秋月の少し北には海上自衛隊の弾薬整備補給所もあり、江田島は日米双方にとって重要な補給拠点であるのだ。ここを右折すると幹線道路、つまりまっすぐ行くってことだね。この道はかなりおすすめ。日本で唯一という光景があって、それはもうちょっと先。
えるキャックがここで全て整備される。隊員は16人の技術者のみらしく、とても貴重な光景なのだ。周辺は狭い道を通らないといけないので、とても秘密基地っぽい雰囲気が大好きなのだ。海側から来ても現在の山側から来てもちょっと特殊な道が多め。よし、これで幹線道路に戻ってきた。正直に言うと裏道はこれで寝たきれ。パトカー。いやん、パトカーついてくるね。江田島は道が多くないので遭遇率高め。無事何事もなく江田島を脱出なのだ。江田島に来るなら大自然を楽しむのもありだけど、なかなか紹介されない軍事の部分も楽しんでみてね。今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。